こんにちは。今回は考えすぎない練習という本をご紹介します。日々の生活の中で、私たちは多くの選択や問題に直面しますが、その際に考えすぎるという癖に悩まされていませんか？何かを決断する前に、あれこれと悩み続け、結局、行動に移せなかったり、心配や不安に振り回されてしまうことがあるかもしれません。この本では、そんな考えすぎによるストレスや不安から解放され、もっとシンプルに、心穏やかに生きるための具体的な練習方法が紹介されています。まず、この本の重要なテーマの一つが考えすぎることが、いかに生活に悪影響を与えるかという点です。考えすぎることで、私たちは決断力を失い、ストレスが溜まり、さらには不安感が増すことがあります。例えば、未来の不確実な出来事について心配しすぎることで、今を楽しむことができなくなったり、過去の失敗にとらわれすぎて、前に進む勇気を失ったりします。この未来や過去に意識が行き過ぎる状態が考えすぎによる典型的な問題です。著者は考えすぎることによって心だけでなく体にも悪影響を及ぼす可能性があると指摘しています。思考が止まらなくなると脳が常に過剰に働き心が疲れてしまうだけでなく睡眠不足や集中力の低下などの身体的な問題も引き起こすことがあるのです。このような状態が続くと人生の質素のものが低下してしまいます。では、どうすれば考えすぎをやめ、心を軽くすることができるのでしょうか？この本で紹介されている今に集中するという方法が、その答えの一つです。私たちは未来のことを考えるあまり、今目の前にある現実に意識を向けることができなくなっていることが多いです。しかし、実際には今に集中することで、過去や未来に対する不要な思考を手放し、心を穏やかに保つことができるのです。例えば、食事をするときには、ただその瞬間に集中して、食べ物の味や食感を感じることが大切です。仕事中も、次の仕事や締め切りのことを考えるのではなく、今言っているタスクに意識を集中することで、より効率的に作業ができるようになります。この今に集中するというシンプルな考え方が考えすぎを解消するための重要な鍵です。次に考えすぎを防ぐためには思考をシンプルにするという方法も有効です。多くの場合、私たちは物事を複雑に考えすぎてしまう癖があります。例えば、完璧を目指しすぎたり、あらゆるリスクを想定しすぎたりして、結局、行動に移せなくなることがあります。この本では、そういった複雑すぎる思考を削ぎ落とし、シンプルに物事を考える練習法が紹介されています。著者が提唱する方法の一つは、自分が本当に大切にしていることを見極めるというものです。例えば、仕事において、完璧を目指すことも大切ですが、最終的に自分が達成したい目標が何なのかを明確にすることで、細部にこだわりすぎずに、最も重要な部分に集中することができます。このように考えすぎを防ぐためには、最も重要なことを見極め、他の余計な考えを手放すことが必要です。また、考えすぎを防ぐためには、コントロールできることに集中するという考え方も重要です。私たちはつい自分ではコントロールできない事柄について考えすぎてしまうことがあります。例えば、他人の行動や未来の出来事、さらには天候など、自分ではどうにもならないことについて、過剰に心配してしまうのです。著者は、こうした自分でコントロールできないことについて考えるのは、無意味だと述べています。むしろ、自分が今コントロールできることに、意識を集中することが、考えすぎを防ぐためのポイントです。例えば、仕事のプロジェクトにおいて、すべての要素を完全に管理することは不可能ですが、自分が担当している部分や、自分の行動に集中することで、過度な心配を減らすことができます。このコントロールできることに集中するという考え方は、心の負担を軽減し、より冷静に物事を進めるための大切な方法です。さらに、この本では、行動を優先するというアプローチも紹介されています。私たちは何かを考え続けることで、問題が解決するかのように錯覚してしまうことがあります。しかし、実際には行動を起こさなければ、何も変わりません。考えすぎて行動できなくなるよりも、まずは小さな一歩を踏み出してみることが大切です。例えば、重要な決断を下す際に、すべてのリスクを考慮してから決断しようとするのではなく、まずは一歩を踏み出し、その結果を見ながら、次の行動を決めていくという方法が推奨されています。行動を起こすことで、頭の中での思考が整理され、次に何をすべきかが自然と見えてくるのです。この行動優先の思考は、考えすぎを防ぎ、より効率的に問題を解決するための効果的な方法です。著者は、考えすぎを解消するためには、完璧を目指さないことも重要だと述べています。多くの人が考えすぎてしまう原因の一つは、完璧主義にとらわれてしまうことです。すべてを完璧にやり遂げたいという思いが強すぎると、細かい部分にこだわりすぎてしまい、結局何も進まなくなることがあります。この本では完璧を求めるのではなく、十分に良い状態を目指すことが推奨されています。
例えば、仕事のプロジェクトにおいても、100% 完璧を目指すのではなく、80% の完成度で、十分と考えることで、余計なストレスや考えすぎを防ぐことができるのです。完璧主義を手放すことで、もっと気軽に物事を進められるようになり、結果的に生産性も向上します。さて、ここまでで考えすぎないための基本的な対処法について学んできましたが、この本ではさらに感情をコントロールする力についても言及されています。考えすぎは感情の影響を大きく受けています。例えば何かに対して不安や恐怖、怒りを感じたとき、その感情に飲み込まれることで考えが膨らみ、コントロールが効かなくなることがあります。著者は感情を冷静に捉え、それに支配されないようにするための方法として、感情の客観視を提案しています。例えば、イライラした時や不安を感じた時、まず深呼吸をして、感情が自分にどう影響を与えているのかを客観的に観察することが大切です。自分の感情に名前をつけることで、その感情に振り回されずに、冷静に対処できるようになります。また、考えすぎを減らすためには、マインドフルネスの実践が非常に有効だとされています。マインドフルネスとは、今この瞬間に意識を集中させ、過去や未来にとらわれずに、今ここに存在することです。この練習を日常生活の中で取り入れることで、考えすぎの連鎖を断ち切り、心の安定を保つことができるようになります。具体的なマインドフルネスの方法として、著者は呼吸に意識を向けることを推奨しています。忙しい日常の中でも、数分間だけ自分の呼吸に集中することで、頭の中に浮かぶ考えをリセットし、今この瞬間に戻ることができます。例えば、ストレスが溜まっている時や、考えすぎていると感じた時、意識的に呼吸に集中することで、心が落ち着き、思考の整理がつきやすくなるのです。さらに、この本では、決断力を鍛えることの重要性も強調されています。多くの人が考えすぎてしまう原因の一つは、決断を恐れていることです。何かを決める前に、あらゆる選択肢やリスクを考えすぎてしまい、結局決断できない状態に陥ることがあります。しかし、決断しないことが、さらにストレスや不安を増大させる原因にもなっているのです。そこで著者は、完璧を求めすぎないことが、決断力を高めるための鍵だと述べています。私たちは、すべての要素が完璧に整うまで、決断を下すことを先延ばしにしがちですが、実際には完璧な状況など存在しません。むしろ十分に良い状態で決断し、行動に移すことが大切です。そして、その結果を見ながら、次のステップを考えるというアプローチを取ることで、考えすぎによる悪循環を断ち切ることができます。例えば、仕事のプロジェクトを進める際、すべてを完璧にコントロールしようとするのではなく、まずは一歩を踏み出し、その後に結果を見て調整していくという考え方を持つことが推奨されています。この完璧ではなく、十分であることを目指すという姿勢が、考えすぎを防ぐための効果的な方法なのです。また、著者は、小さな成功体験を積み重ねることの重要性についても述べています。自己肯定感を高めることが、考えすぎを防ぐためには、欠かせない要素です。多くの場合、考えすぎてしまうのは、何かに自信がなかったり、失敗することへの恐れが強いためです。しかし、小さな成功を積み重ねていくことで、自分に対する信頼感が増し、考えすぎることが減っていきます。例えば、日常生活の中で、小さな目標を設定し、それを達成することでできたという感覚を味わうことが大切です。この成功体験が積み重なることで、自分に自信がつき、自然と考えすぎなくなるのです。考えすぎを防ぐためには、日々の中で自分は十分にできていると感じられる瞬間を意識的に作ることが大切です。最後に、この本では習慣化の力についても触れています。考えすぎを防ぐためには、これらの方法を一度きりの対処法として使うのではなく、日常の中に取り入れて習慣化することが重要です。例えば、毎朝のルーティンに短い瞑想や呼吸法を取り入れることで、徐々に考えすぎない心の状態を保つことができるようになります。また、日常生活の中で今、コントロールできることに集中する完璧を求めすぎないまず行動するという意識を習慣にしていくことで、考えすぎる時間を大幅に減らすことができるでしょう。このように、日々の生活に少しずつ考えすぎない練習を取り入れていくことが、長期的に見て大きな効果をもたらすのです。まとめると、考えすぎない練習は、私たちが抱える考えすぎの問題を解消し、心穏やかな生活を送るための具体的な方法が詰まった一冊です。今に集中し、コントロールできることにフォーカスし、まず行動を起こすことで、日々のストレスや不安を減らし、もっとシンプルに生きるためのヒントが得られます。もし興味を持たれた方は、ぜひこの本を手に取ってみてください。下のリンクから購入できますので、チェックしてみてください。次回の動画もお楽しみに。